人は一人では生きられないと言います。生きられないはずなのに、アダルトチルドレンは兄弟や親友にさえも助けを求めないで生きているんです。親から生きる能力をもらった人ならわかりますが、親に力強く生きる能力を奪われている人が、それでも人に迷惑をかけないように生きているんです。苦難に次ぐ苦難で、心では泣いてばかりでも、人には泣き言を言わずに立派に生きているんです。これもアダルトチルドレンの特徴です。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルトチルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。アダルトチルドレンは生きづらい、自分を変えたいと思っているのに、何もしないでただうずくまっているだけの人が多いです。何もしないでというより、何もできないでという方が正しいかもしれません。そもそもアダルトチルドレンは何も分かっていない人が多いです。自分も分からない、相手も分からない、なんでこうなったのかも分からない、何が悪いのかも分からない、出口はどっちなのかも分からない。これでは出口のないトンネルでただうずくまっていることしかできません。アダルトチルドレンを克服するには、まず自分を知ることが基本中の基本です。でも自分のことって案外わからないんです。なのでまずは自分を知るためにアダルトチルドレン一般のことを知る必要があります。アダルトチルドレンがどのような人間なのか、何が足りていなくて何を求めているのか、あるいは何を恐れているのか、そうしたアダルトチルドレンの満たされていない欲求やそれに伴った症状を理解していれば、自分のこともはっきり見えてきます。自分のことがはっきり見えてくれば、おのずと課題や進むべき道も見えてきます。だから、アダルトチルドレンにとって自分を知ることはとても大切なことです。今日は自分を知ってもらうために、アダルトチルドレンの特徴や原因を話します。自分がアダルトチルドレンかわからないけど生きづらいという方も当てはまるかどうか考えながら聞いてみてください。また、自分はアダルトチルドレンではないけど、周りにいるアダルトチルドレンを理解したいという方にもぜひ見ていただきたいです。アダルトチルドレンは共感してもらうことが必要です。理解してもらうことが必要です。なのに世の中はアダルトチルドレンにとても冷たいんです。これだとアダルトチルドレンは社会の中で実力を発揮できません。アダルトチルドレンはどこにでもいるので、アダルトチルドレンが実力を発揮できないということは、周りの人も損するということです。周りの人もアダルトチルドレンを理解しておく必要があります。そして、アダルトチルドレンに共感してあげたり、まずい行動をしているときは、それはダメだよと教えてあげられる人が増えることを望んでいます。では、アダルトチルドレンの特徴ですが、心が成長していない、依存心が強い、周りは敵と感じている、自分を犠牲にする傾向、自己主張が苦手、認知の歪みがある、憎しみを抑圧している、人間関係が苦手、自己評価が低い、自分が嫌い。この10個は、このチャンネルの第1回目から12回目の動画で、アダルトチルドレンの特徴を詳しく分かりやすく話しました。なので、今日は省略しますが、この特徴を熟知することはとても大切なことですので、アダルトチルドレンあるあるという再生リストを作りました。概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったら参考にしてください。
この10個では全然足りてなくて、まだ全部を紹介しきれていませんでした。なので、今日はその続きの10個を紹介します。もちろん、すべてのアダルト・チルドレンに当てはまるわけではありません。あくまでもアダルト・チルドレンにありがちな傾向として話します。一つ目は、責任感が強いです。責任感が強いというより、過剰な責任感です。過剰なというより、異常なと言った方がいいかもしれません。周りや全体のためを考えて責任感が強くなっているのではなくて、嫌われるのが怖くて自分の責任ではないことまで背負い込むという感じです。つまり、やりたくてやっているのではなくて、怖くてやらざるを得ないんです。ここがポイントです。だから、一見立派に見えます。過剰に社会に適応しています。過剰なんです。無理しているということです。適応しているように見えますが、不安や恐怖でイヤイヤしているので、心はボロボロです。誰も理解してあげれないと、どんどん利用されて、いつかポキッと折れてしまうかもしれません。2つ目は、恋愛がうまくいくのは最初だけです。そして熱しやすく冷めやすいというか、両極端です。最初は恋人が大好き、世界一大好き、こういうところが好き、幸せと一気に燃え上がります。かと思うと、ある時期を境に、あいつは人間として最低、クズ男、なんであんな奴に騙されたんだ、虫唾が走ると、大好きから大嫌いまで端から端へ行ってしまいます。大嫌いになっても別れるかどうかというのはまた別問題です。依存心から嫌いな人にしがみついて大好きと憎しみを何度も何度も繰り返す人もいます。3つ目は意志がないです。つまり核となる意志やこだわりやこうしたいというのがないんです。なので、すぐに周りの人に影響されてしまいます。例えば、どの道へ進むか、どの大学に進学するかなどでさえ、親の期待に沿おうとしたり、友達と同じところに行こうとしたりします。趣味や好きなことも友達や恋人のそれを真似して始めるかもしれません。あるいは誰かがこうするべきだと言えば自分もその意見に同調してしまい、やりたくないルールを言われるがままに承諾してしまいます。また、意見がない変な人と思われたくないとか、こう思われたくないなどで意見があるふりをして自分の意見を話すことはあるけど、真の部分では本当は意思がないので、初めに言ったことと最後の方に言ったことが真逆になることがあります。話に矛盾が多いです。そして意思がないということは何より人生に目的がありません。何のために生きているのか自分でも分かっていません。何かに熱中したり、熱意を持って目標に取り組むことがありません。ただなんとなく日常のルーティンをこなしているだけです。4つ目は、他人の評価を異常に気にするです。多くのアダルト・チルドレンは自分のことを自分で評価しているのではなく、他人の評価を採用しています。つまり、他人が自分のことを褒めれば自己評価が上がり、他人が自分のことを批判すれば自己評価が下がります。だから自己評価が安定しないし低くなりがちです。それだけではなくて、低く評価されると異常に傷つきます。異常に傷つくので他人の評価に怯えています。敏感になりすぎています。
そして他人の評価に怯えれば怯えるほど自分は無能でつまらない人間で役に立たない人間だと思われているに違いないという思い込みができやすくなります。5つ目はマイナス思考です。アダルト・チルドレンは他人の評価に怯えるだけではなくて、将来や人間関係や人生全般に対して不安で心配でマイナス思考になりがちです。マイナス思考だと変化や挑戦の機会も恐怖に感じます。失敗への恐怖からリスクを避けること、予防することに全力が注がれる生き方になりやすいです。また、未来を恐れるだけではなくて、過去の失敗にとらわれやすいのも特徴です。こうなると自己実現的に生きることは難しくなります。6つ目は過剰防衛です。他人の批判を過剰に恐れたり、マイナス思考だったり、心配性なので自己防衛が過剰になります。誰も起こっていないこと、それぐらいでは起こらないことも先に身構えて防衛をします。例えば、窓拭きも自分の仕事の範囲だとします。新人のためにまだきちんと把握していなくて、窓拭きをしていなかったとします。上司は気づいているけど、まだ新人だから窓拭きまでする時間がないことを分かっていて、1ヶ月ぐらい様子を見ていたとします。そろそろ窓拭きも教えようと、教えてあげるために、そういえば昨日窓拭きやったと聞いたとします。この上司は優しい上司で、あえて翌日に聞きました。その日に聞くと、窓拭いていないよね、こんなに汚れているよというプレッシャーになってしまうからです。つまり上司は怒っていないし、そんなことで怒る人ではないということです。だから、すいません、忘れていましたと言えばいいのに、はい、やりましたととぼけてしまうような過剰防衛をする人がいます。過ちを認めると責められると思っているんです。嫌われると思っているんです。そこで必要のない行き過ぎた防衛をします。7つ目は完全主義です。少しでもミスがあってはいけないと完璧を求めるあまりに過度な負担やストレスを感じやすいです。100点を取れないと価値はないと感じます。目に見えないものや数字に現れない自分の価値を認めることができないんです。何かを完全に達成して初めてここにいていいという感じ方です。ただ存在するだけで価値があるという感じ方ができません。8つ目は孤独感です。周りに人はいても一緒に何かをしていても誰とも心の触れ合いは感じられず、自分は一りぼっちだという感じ方をしている人が多いです。なのでランチに行くときに自分だけ声をかけられなかったとか、何かに誘われなかったなど、ちょっとしたことで普通の人以上に大きな疎外感を感じてしまいます。9つ目は無力感です。自分には何もできない、どうせ無理という感覚が強く、やってみよう、挑戦してみようという気持ちになれないことが多いです。仕事に限らず趣味やプライベート全般もそうなので、なかなか好きなことができなかったり、欲しいものを手に入れる機会が極端に減ります。10個目は相手側からものを見れないです。アダルトチルドレンは自分が悲しい、自分が傷ついた、自分が寂しい、自分が損をした、
自分がひどい扱いを受けているのように、自分側の不利益にはものすごい敏感です。逆に、相手は悲しんでいないか、相手は傷ついていないか、相手は寂しがっていないか、相手は損をしていないか、相手はひどい扱いを受けていないかなど、相手側には全く意識がいってない人が多いです。ずっとこの姿勢で生きている人は、人の気持ちを理解する能力が育っていません。だから、このような人は、心の問題を抱えているのは自分だけと思っていることが多いです。そこで、そのことを必死で隠そうとしていたりします。人の気持ちがわかるようになると、他の人も同じような問題を抱えていて、同じように苦しんでいるということがわかるようになってきます。自分だけではないんだとわかると、恥の感情は薄まるし、人に対する思いやりも出てきます。では、どうしてこのような特徴ができたのかということですが、原因は一つだけではありませんが、これらの特徴は小さい頃の家庭環境によって作られることが非常に多いです。アダルトチルドレンは親から十分な愛情や承認や肯定的な言葉をもらえなかった。逆に一人の人間として尊重してもらえなかった。気持ちを汲んでもらえなかった。雑に扱われていた。いやいや世話をされていたという人が多いです。このような環境で育ってくると、愛情に飢えて自分を犠牲にする傾向を強めたり、人を愛する能力や人から愛される能力が育たなかったり、自己肯定感が低くなり、自分の意志が持てなかったり、自分に自信が持てないから自分の価値を他人からの評価に委ねぬようになったり、人や人生が怖くなって過剰防衛をしたり、完全主義になったりします。何度も言うように、自分の問題がわからないと直しようがありません。問題を知ることは大切です。だからもう少し言いますが、他にもアダルトチルドレンは自己中心的、承認欲求が強い、何を考えてるかわからない、人を信用しない、ノリが悪い、誘っても来ない、来ても楽しそうにしない、表情がない、などなど問題はたくさんあります。でも、これらの症状が問題なのであって、あなたという人間が問題なのではありません。ここを間違えないでください。アダルトチルドレンは人間そのものが悪い人ではありません。むしろ、人は一人では生きられないと言います。生きられないはずなのに、アダルトチルドレンは兄弟や親友にさえも助けを求めないで生きているんです。親から生きる能力をもらった人ならわかりますが、親に力強く生きる能力を奪われている人が、それでも人に迷惑をかけないように生きているんです。苦難に次ぐ苦難で、心では泣いてばかりでも、人には泣き言を言わずに立派に生きているんです。これもアダルトチルドレンの特徴です。なので、自分にある問題を責めるのではなくて、でも認めることは認めて、取り除く必要のある問題は取り除く努力をしましょう。では、ポイントを振り返ります。多くのアダルトチルドレンの小さい頃の環境は、安心して本性をさらけ出せる環境ではなかった。存在するだけで愛してもらえる環境ではなかった。だから、自分は価値がある存在、有能な存在、
と感じられるどころか、生きづらくなる特徴が生じてしまっているんです。でも、アダルト・チルドレンは自分のことを分かっていない人が多いです。自分にどんな特徴があって、どこを直す努力をするべきなのか分かっていない人が多いです。まず、アダルト・チルドレンの傾向を知って、自分に当てはまらないか考えてみてください。例えば、アダルト・チルドレンは、責任感が異常に強い、恋愛がうまくいかない、意思がない、他人の評価を気にしすぎる、マイナス思考、過剰防衛をしている、完全主義、孤独感が強い、無力感が強い、相手側から物を見れないなどの人生を難しくしてしまう特徴を持つ傾向があります。これらは愛されなかったことによる苦しんでいる状態であって、本当のあなたではありません。当てはまるものがあったら自分を責めるのではなくて、それを少しずつ変えていく努力を始めましょう。どのように変えていくかは、すでに出している動画やこれから出す動画でも話していきます。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。アダルト・チルドレンは小さい頃に自己中心性を出せなかったんです。そこで抑圧するしかなかった。だから解消していないんです。これがアダルト・チルドレンを理解する上で一つのポイントです。多くのアダルト・チルドレンは自己中心的なことはいけないと思って他人の責任まで引き受けるなど徹底的にいい人になっています。でも無意識には徹底的な自己中心性があるんです。そこで超いい人プラス超わがまま。これがアダルト・チルドレンの特徴でもあります。我々は超いい人にあれもこれもやってもらいたくなります。超いい人は文句を言わないからです。そこで超いい人だからといってアダルト・チルドレンにあれもこれもやってもらおうと犠牲にしていると隠し持っている超わがままの方が参ってしまいます。超わがままを隠し持っているということは超いい人だけの人よりはるかに忍耐力がないということです。超わがまま系統の部分はアダルト・チルドレンが生きやすくなるために1特徴を知るというこのチャンネルの記念すべき第1回目にアップした動画で話していますので、ここでは省略します。超いい人プラス超わがまま以外にもアダルト・チルドレンはいくつかの問題があるのですが、その一つは自己肯定感の低さです。自己肯定感が上がってくれば問題の多くは薄れていきます。自己肯定感を高めようという再生リストも参考にしてください。概要欄に貼っておきます。最近始めたのですが、今後作る動画は一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えて終わろうと思っています。今日の内容のすぐにできることは、アダルト・チルドレンの特徴と自分の特徴の被るところを探すことです。アダルト・チルドレンあるあるという再生リストで、この動画で取り上げたのとは別のアダルト・チルドレンの特徴もたくさん話していますので、そちらも参考に自分の特徴を探してみてください。被っているところがあったら、自分を責めるのではなく、また自分だけだと落ち込むのでもなく、直す必要があるのなら直す努力を始めましょう。では仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。